さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、スキルのカットイン演出についてです。前回の配信で画面遷移のアニメーションを作成したのですが、同じ要領でスキルのカットイン演出も作れそうかなと思ったので、とりあえず作ってみることにしました。現在制作中のゲームはリズムゲームの要素が含まれているので、ゲームのプレイに影響が出ない範囲でカットインを作成してみます。リズムゲームの場合だと途中でゲームの流れを止めることは避けたいので、派手な演出は難しいかもしれないですね。今回のサンプルではカットインの表示するタイミングを固定するため、プレイヤーではなくボスユニットのカットインを作成することにしました。ということで、まずはゲーム画面にカットインで表示する画像を配置します。今回は左のような感じで画面の中央にキャラクターを配置しました。表示する位置が決まったら、スプライトレンダラーコンポーネントのマスクインタラクションを設定します。今回はマスクが覆っている部分を表示したいので、インサイドマスクにしました。続いては、スプライトマスクを作成します。今回のサンプルでは四角形のマスクを使用してカットインを表示しますが、筆で描いた線の画像でマスクを作成するのも良さそうですね。スプライトマスクが複数存在して特定のスプライトにだけマスクを適用したい場合は、ソーティンググループコンポーネントやカスタムレンジの設定で対応できます。カスタムレンジにチェックを入れると、左のような感じでマスクが適用されるレイヤーを指定できます。これでカットインの画像とマスクを配置できたので、続いては Do to In を使用してカットインのアニメーションを作成します。実装のイメージとしてはこんな感じ。今回作成するアニメーションでは、スプライトマスクを移動させることでカットインの画像を表示して、マスクのサイズを変更することでカットインを非表示にしています。前回のような感じで三角形のマスクを使用してカットイン演出を作成するのも良さそうですね。とりあえずはアニメーションの設定が完了したので、エディター上で動作を確認してみます。以前の配信ではホーミングレーザーの色だけを変更して赤と青のレーザーを生成していました。それぞれ対応した属性の斬撃で跳ね返す必要があるので、赤と青のレーザーがはっきりと区別できるようにしたいです。ということで、今回はホーミングレーザーのテクスチャを変更しました。レーザーの違いが分かりやすくなるようにデザインしたいですね。ボスユニットの攻撃が切り替わるタイミングで
カットイン演出が表示されました。今回はスプライトマスクを左に動かしてカットインを作成しましたが、下に移動させるとこうなります。縦方向のカットイン演出もいいですね。続いてはシェーダーグラフで背景をスクロールさせたサンプルです。シェーダーグラフはマスクが適用されないので、サンプルでは背景のサイズを変更して表示と非表示を切り替えています。マスクに対応させる場合はシェーダーを書き換える必要がありますね。最後はスプライトマスクを使用しないパターンのカットインです。フェードでキャラクターの透明度を操作してカットインの表示と非表示を切り替えています。キャラクターを大きく表示するカットイン演出もいいですね。ということで本日はボスユニットのカットイン演出を作成してみました。ご視聴ありがとうございました。